ヘローヘロー、カナダからこんにちは、トメイトです。マリポッサです。じゃあ今日はですね、前回の続き、学生時代のバイトその2ですかねそうね。からお話を聞かせていただけますか？そうね、なんかちょっと苦労話というか、ちょっと差別問題を含んだね、お話だよね。そうですね、前回はこうちょっと俺がガテン系の仕事やってた家具の設置の仕事をやってた時の話をして、で俺そこからちょっとこうね、ステップアップっていうことで会計事務のね仕事をやったっていう時があって、その時のこれはちょっとどないなんていう話、それをちょっとやっていきましょうか。お願いします。はい。えーっとま流れとしては、アカウンティングの勉強も頑張って、それでちょこちょこと俺も資格ライセンスみたいな、サーティフィケートかな、そういうのもちょっと自習して取ったりとかもしてたのよね。で自信もできたっていうことでジョブアプリケーションを結構出してやって、回答があったとこがあって、ででやっと俺もこう専門職やれるぞみたいな感じでね、キャリアアップ今後ねちょっとできるようになろうなとかっていうことを期待しながらトントン拍子でとりあえず採用になってっていうことで、とりあえず仕事行って、仕事の内容自体は普通に会計の処理ソフト、クイックブックスとか使ってその会社のなんていうのかな、俺が主にやってたのがそのアカウントペイアブル、支払いの方の、処理を結構、中心でやってたんだけど、そこの会社のこう、雇用の扱いがやべえなっつう、そういう話をね。カナダって、よくあるのがこう雇用の形態として、インデペンデントコントラクターっていうのとエンプロイーっていう形が結構多くて、でインデペンデントコントラクターって日本でいうとこの、個人事業主にちょっと近いような感じなんだよね。だから会社とピンで契約して、でこう仕事単位でのこう契約やるみたいな感じだから、雇用されてるわけじゃないからビジネスコントラクトだから、ビジネスコントラクトって言ってわかるかな。仕事単位での契約、この案件よろしくねみたいな感じのやつだから、雇用されてるわけじゃないから雇用保険とか、そういうのは全部自分で支払わないといけないし、あとCPP って年金のやつとか、ああいうのも会社が負担することなく、希望するんだったら自分で払ってねみたいな感じのやつで、基本待遇は良くない感じなのよ。で、エンプロイだと、そういうのは会社と自分で折半して支払うっていうような形であって、会社にとってそっちの方がちょっと負担大きい。でも働く側としてはかなり守られてる。安心して。そうそう、いわゆる社員みたいなやつだからさ、はい、簡単にそうね切られるわけもないしっていう感じで、話としてはこう社員になるっていう話だったのに、インデペンデントコントラクターでみたいな感じで、採用時に採用時じゃない決まって、結果的になんていうの、給与の引き落としとかで CPP とか EI、CPP は、年金だよね、はい、年金で EI っていうのは、雇用保険、そういうのを引いてってちゃんとこう社員として扱いをある程度やってたはずなのに、年度末になって違うよみたいな感じで違うなんか個人インデペンデントコントラクター向けのタックスリターンの紙みたいなのを渡されて、いやこれ話違うくねみたいな。じゃあ毎月は普通にその正社員としてのお給料をもらってて、うん、雇用保険も払ってもらっていた。そう引かれてるんだけど、要はそれってどういう状況かって言ったら、会社が単純に溜め込んでただけみたいな
だからあなたは二重で払わなきゃいけなかったってこと？そういうことそういうこと。ほんで各番も守られてないっていうそういう話。ひどいですね。やべえでしょやべえでしょ。ほんで俺ちょっと会社に文句言ったの。あ、言うでしょそれは。言うでしょ。そうしたら今度は、これでこうなんていうの契約を終了させていただきますみたいな、いきなり一方的に来てっていう。それは可能なんですか？ほら日本だと、うんほら警告とかがあっての解雇宣言ですけど、そうそうそう。カナダはいきなりでもカナダはカナダもちゃんとなんていうの急にこうなんていうのかな、まあ切らないといけないってなった時にはまあそれは事前に言わないといけないの。そんなことはなかったと。そんなことない、いきなり。ひどいですね。インディペンデントコントラクターだったらそれスパって確か切れたはずなんだけど、でも雇用されてるエンプロイーとして扱ってんのにそれはダメでしょっていうのが。一応契約書はエンプロイーって書いてあったってことです。そこもね怪しいよね、俺はちゃんとこうメールでやり取りとかして、ほんでまあ証拠も残るように、まあそっち同意してるっていうのが分かるような形では残してたんだけど、それがまたこれもめんどくさい話なんだけど、証拠になってたメールを俺会社のメールアドレスに置いてたので、切るぞみたいな感じのところで言った瞬間から会社のアドレスに一切アクセスできないようにして、全部アカウント自体もそもそも消して証拠隠滅みたいなことやって。うわやべえ、ひどいですね。やべえね、どうしたんですかそれして。そうだから俺はこれはもう論外だろうと、これやるとこまでやったるしかねえなと思って、まあ、ブリティッシュコロンビア州のいわゆるなんていうのかな、労基、はい、労働基準監督署みたいなところがあるから、そこにこういうことがあってっていうので相談して、ほんで政府の人に仲介入ってもらって、こうそれでまあ最終的にまあ俺勝ったんだよね。ってことはやり合ったんですね。法的に。そう、法的にやり合った。よくやりますね。やっぱ舐められてんじゃんね。だってさ、俺のさアカウンティングのカレッジの勉強の時にビジネスロー、こっちのビジネス法規とかも勉強してたから、だからそれおかしいっていうのもやっぱ学んでんのよね。はい、だから知ってんじゃん、だったら俺はもうやるしかないなと思って、そうですよね、お金の問題もありますしね。だって払わなきゃいけなかったってことでしょ。そう役に立ったよね、カレッジの勉強ね。よかったそれは。本当、ピーターありがとうみたいな感じだけど先生かな。そうまあそうだね、そういう風な形でやり合って、まあ最終的にはまあ払うべきものは払ってもらってっていう感じだったね。でも本当ひどかったよ。まあ元雇用主はこうなんだ恫喝みたいなこともしてきたからね。恐ろしいですね。恐ろしいよ。なんか出るところ出たらいいじゃんみたいな感じで言うの。でもこっちさ、理屈分かってるから、法律分かってるから、じゃあこういうことでやらせてもらいますみたいな感じでやって、暗殺されなくてよかったね。よかったね。そうだからそういうことがあったね。まあもちろんその差別だけの問題じゃないとは思うけど、なんか差別というよりは、まあちょっと雇用主自体がそもそもやべえやつだったっていう感じかなとも思うけど、そんな匂いはプンプンですね。そうだね。まあでもまあ学生時代に今苦労したことのまあ一つとして、まあすごく、記憶に残ってることかな、これは。いや残りますよ。海外で、ね法的にやり合うってなかなかないですよ。そういや本当よね。なんかよほどですよ。そう、俺だからブリティッシュコロンビア州でね、仕事に関してはいい思い出ないんだよね、あんまりね。いやまあね、そこら辺の話とかもね、いろいろ今後はまた話していけるといいんですかね。そうだね、まあ楽しいこともあったしね、全部が悪いとは思わないけど、まあでも、こういうこともあるよと。そう、こういうこともあるよとね。やっぱね、知識はね身を助くですよ。
本当そうですね。だから調べてこうちゃんとなんて出るとこ出るっていうのは大事。結構俺聞く話によるとこうワーキングホリデーワーホリで来てる子が雇用主にひどい扱いを受けて泣き寝入りしてるとかっていう話も聞くもんね。そうそうだからまあなんか質問あったら聞いてって思うよ。じゃあそれはもういろいろメールなりそうねコメントになりそうだねそうちなみに言っておくと俺が法的にこうちょっと相談した時にお金何もかかってないから。無料相談があった無料相談、それは助かりますね。そうだからそこを知ってるか知ってないかだけで、ブリティッシュコロンビア州、カナダ全般そうだと思うんだけどちゃんと労働に関する法律とかっていうのが州のページに書いてあるのよ。でそこに照らし合わせて自分がこうちゃんとなんていうのかな正当な扱いを受けてるかっていうことは見直した方がいいかなっていうのは思う。本当そうですね。前提として英語ができないとってとこはありますけど。そうだね。だからそれをこうちょっと足元見て悪いことするやつがいるんだよね。本当ちょっと許せないんだけど。本当ですね。そうで頭の法律見て大丈夫だな、ちゃんとこう俺は扱い受けてんなってのが分かったらそれはそれでいいや。もしそうじゃなかったらその窓口にこうメールフォームだっけな、なんかオンラインで簡単にこう申請が出せるのよ。こういうことありましたって。そこら辺はね IT 化ねしっかり進んでるから申請楽だし、ほんでも申請したら担当の人政府のその担当の人が連絡くれる電話かメールかっていうこと。電話だとちょっとね大変なこともあるかなと思うけど、でもね仲介に間にこうなんか翻訳っていうのが通訳の人入れてもいいとかってそういうのもあってだからねちゃんとその言葉がちょっと不自由だからっていうのでこう絶対的に不利になるなんてことはなくて、誰かの力を借りながらでも確実にこういいとこに着地できるような方法っていうのがあるから、だからねもしなんか困ってることあったら諦めない方がいいかなっていうのは思うよね。そうですね。本当そう思います。だからねなんかめちゃめちゃ苦労した話になっちゃったんだけども、以上ということでいいですか？はい、十分でございます。ありがとうございます。こちらこそどうもです。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。